こんにちは、富代です。実は今ブログを運営しています。しかし何かを解説したり説明しようとした時にやはり動画の方が分かりやすいと感じ、今回動画を投稿することにしました。ここではデザインに関すること、ヘアカットやメイキャップ、それから美の追求はやはり食と健康にあると感じ、そのようなことを書いております。皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。今回テーマとして選んだのは初心者向けヘアカットです。もちろん美容師さん向けに詳しく説明しています。今回のポイント、仕上がりをイメージ、骨格のポイント、何を目安にカットするか、カットラインを正確に切るためにどうするか、またはプロがよく使うラインの専門用語、カットするだけで出せる力、方向性、動き、毛束を分け取った時に意識しなければならない角度や方向、自分の目線、髪の毛を溶かす、シェイプする大切さ、切りやすくするためのパネルのスライス幅やスライス方法、ワンレングス、同じ長さに切られた毛束、グラデーション、レイヤー、髪の毛の段差、この違いについて骨格をイメージする、自分の姿勢、カット前に切りやすくするための最小限のブロッキングの考え方、カットルール以上を説明します。今回こういった内容でお届けします。ではご覧ください。こんにちは、中山です。この DVD ではまず美容師にとって全てのデザインの基礎となるベーシックカットについて分かりやすく解説していきたいと思います。ただ一つのヘアスタイルのパターンをから教えられて、それを押し付けるっていうことよりも、そのお客様のいろんな状態とかシチュエーションとかライフスタイルとかいろんなことを考えてデザインを本当は起こしていかなきゃいけないと思うんですね。それがデザインかなと。もっと大きいことを言ってしまえば、お客様がむしゃくしゃしてお店に来られて髪の話やなんかをして1時間なり2時間なりお客様の部屋を作る間に、帰りはやっぱり本当に明るくなって綺麗になってよかったなっていう、気分にして返してあげること、それは強いて言えばお客様の心のデザインではないけど、心までも、こちらの対応によってはデザインする。自分のイメージした形、デザインを自由に表現してください。時代性とかストリートっていうのも注意しなきゃいけないですし、街でよく観察をするとか、自分の考えをある程度作品なり何なりに作っていくっていうことになってくると、歴史とか民族とか、いろんなものを研究して、でその中で今の時代と交差させると、この形はやっぱりこうアレンジすると生きるんじゃないかみたいな、そういう歴史なんかも勉強していくといいと思いますし、色っていうのは必ず2つ3ついろんな色が花やなんかにしても重なり合って一つの花になってるので、その色の組み合わせのバランスとか、そういうものも注意深く見るとすごく自分のデザインの幅が広がると思いますし。最初に自分が作りたい形をイメージします。一定の毛束を切るためには厚みもあり、目線、自分の手の位置、姿勢、シザーズの入れ方、切ろうとしている頭の位置などを考えるのはもちろんですが、その前に床に対して正確に平行を感じることです。床に対して直角になるように垂直ラインを見つけることです。これを見つけるだけでもか
かなり正確に平行を感じることができます。では次に自分がイメージした形、カットラインを正確に切ったり左右対称に切るために骨格をどうイメージするかについて説明していきましょう。人の頭の形には個人差があります。デコボコしていたり絶壁だったり左右対称でもありません。私たちはこの頭の形をカバーしたり生かしたりして美しく見える形を作らなければなりません。ではどうしたらいいのでしょうか。それはまず骨格ポイントを知ることです。骨格ポイントを知ることで水平ライン、垂直ラインを見つけやすくなります。左右対称にカットする時の目安になります。デザインバランスを見る時にも役立ち、常に意識することで顔立ちに対する観察力がアップします。カットを始めたばかりの時はつい髪の毛だけに集中しがちですが、一歩引いて全体を見つめ、ポイント、バランス、カットの状態を確認する必要があるのです。それでは実際に骨格ポイントについて見ていきましょう。はじめに顎の先端のポイントから始まり、耳の付け根を斜めのラインで結んだ延長線上のポイントをゴールデンポイントと呼びます。このポイントを境に前後のヘアバランス、どちらがボリュームがあるかを見たり、このポイントにボリュームをつけたり、よく使うポイントになります。左右対称にカットするためにとか、顔の大きさに対してネープの長さをどの長さにするかなど、よく使うポイントとして、顎の先、口角、鼻の先、鼻の付け根、目尻、このように左右対称を見つけ、そのポイントを目安にします。女性の場合、眉毛は描いていることが多いので対象にはなりません。耳の付け根、後ろの頭の骨が一番出ているところ、その下の引っ込んだところ、襟足、首下のファーストボーン、セカンドボーン。では正面から見てみましょう。まずゴールデンポイント、顎の先から耳の付け根を通り、その延長線上に位置し、正面の顔の中心線上になります。中心線上で顎の先からその人の左右顎ラインの延長線上、このイメージラインもよく使います。今度はバックに回ってみましょう。やはりどのポイントもバックセンター上に位置します。この他にもいろいろなポイントをその都度見つけ出し、目安やバランスを測ります。ポイントの次はラインです。頭の位置を床に対して垂直にして、頭の中心を垂直に分けたラインをバックセンターライン、正中線と言います。そしてセンターラインに対して直角に交わる線をホリゾンタルライン、水平ラインと言います。ホリゾンタルラインよりも少しでも上に向かって伸びていく線を V ライン、または逆派のライン、逆に少しでも下に向かって伸びるラインを A ライン、正派のラインと呼びます。例えばカットラインが前上がりのラインのボブを V ラインのボブと呼び、前下がりのボブを A ラインのボブと呼びます。垂直ラインはバーティカルラインと呼び、カットされた切り口のラインをカットラインと呼びます。またカットラインにはストレートラインとカーブラインがあります。目標点、イメージポイントに向かってこれからカットしようとイメージする線がイメージラインです。また毛束を分け取った時にスライスする線はスライスラインです。カットをしやすくするためにブロッキングする時に引く線をブロッキングラインと言います。
私たちはお客様自身が手入れがしやすく、また髪が動いた時のきれいな毛流れ、髪の立ち上がり、ボリュームをいつも考えてカットしなければなりません。毛束を指で持って横に引いて離すと元の位置に戻ろうとします。これは重力があるからです。後方に毛束をシェイプして直角にカットすることで、前が長く後ろが短くカットされ、短い髪が長い髪を押し、前方向に流れる力が働きます。この重力と髪が持つ弾力性などを組み合わせてカットすることで、力と方向、動きを出すことができます。また、このようにカットした毛束をこのような方向に向けるには相当な力が必要であり、向けたとしてもすぐに元に戻ろうとしてしまいます。毛髪を規則正しく長い毛と短い毛にカットすることで、毛束の方向性は変わってきます。どのように変わるか常に意識してカットしていかなければなりません。この場合は後ろに流れやすくなります。次に毛髪の長さによる立ち上がりの特性から見てみましょう。1センチから3センチの長さでカットした場合、まっすぐに立ち上がろうとします。5センチから8センチの長さでカットした場合、重力の影響を受けて曲線を描き始めます。20センチ以上の長さでカットした場合、弧を描いていた毛先は一転してまっすぐ下に向かい始め、根元の自然な立ち上がりが抑えられていきます。髪にボリュームを持たせたり立たせたい場合は、このように両サイドからセンターに向かって規則正しく徐々に長くなるようにカットします。毛束の中に空間を作ると、頭の動きや風の影響で自由な動きが出せます。また外側にレイヤーを入れ、毛先を軽くし、内側に短い毛を作り空間を作ることでも毛髪に動きをつけることができます。またカットをこのように2方向から入れることで、髪の方向性をよりフォワードに向かわせることができます。さらにこのような形にカットした場合、毛束は左右への動きを見せます。また空間を作りカットラインを図のようにした場合、左方向に動きやすくなります。次に毛束の角度を正確に引き出すためにはどうしたらいいかですが、まずは前方90度に毛束を引く場合、頭を四角くイメージしてスライスラインを垂直にすることで毛束を直角に引き出すことができます。前方45度に引く場合、頭を四角くイメージし対角線上に紙を引くことで正確に毛束を引き出せます。前方15度、45度、90度に引いてカットした毛束が元の位置に戻った時の段差が顔の表情の変化につながります。このグラデーションの段差で顔に似合わせていきます。上から見た時も同様に頭を四角くイメージすることで毛束の引く角度がより正確になります。パネルの角度は常に上下左右の方向を考えなくてはなりません。ヘアスタイルを作る上で上下左右の角度を決めたら、頭の右サイドをその角度でキープしカットしていきます。左サイドも右サイドと同じ角度をキープしカットすることで左右対称に切ることができます。トップ部分も同様です。上下左右の角度を常に意識してカットしていきます。次に
シェイプの種類と長さの誤差についてです。シェイプには垂直シェイプ、バイアスシェイプ、カーブシェイプがあります。基本のカットではいかに正確にシェイプするかが大変重要になります。垂直シェイプの場合、少しでも横にずれるとカットラインが曲がってしまったり、切り口に誤差が出てしまいます。バイアスシェイプの場合もカットラインを水平にカットすると、重力で元に戻った時、切り口に紙の誤差が生まれます。次にスライスラインについてです。スライスラインには縦スライス、横スライス、正派のスライス、逆派のスライスがあります。スライスラインは角度が決まったら左右同じになるように、またスライス幅も均等にしなければなりません。ここではワンレングス、レイヤー、グラデーションの違いについて見ていきます。まず床に対して頭の位置が垂直にあることを確認します。角度が0度、オンザスキンでカットするのがワンレングスです。レイヤーは水平ラインよりも少しでも上にシェイプし、直角にカットしたもののことを言い、逆に水平ラインよりも少しでも下にシェイプして直角にカットされたものがグラデーションです。まず頭に長方形の四角い箱をかぶせた状態をイメージしてください。イメージしたら、次はその四角い箱を面で捉えます。あなたがカットするときに立つ位置はこの4つの面に向き合うことが基本です。このことを頭に入れてウィッグもしくはモデルの前に立ってみてください。自分は今頭のどの面に立ち、どういう角度で毛束をシェイピングしようとしているのか、横から見たり上から覗いてみたり、自分の頭の位置、目線で毛束がどうずれてしまうのか確認してみましょう。また頭を面で捉えることはカットが正確に簡単にできるだけではなく、新しいヘアデザインを生み出すことにもつながるでしょう。はい、まとめとして、多分この動画を見ている人はプロが多いと思います。もちろん一般の人が見ても分かるようにできています。今回見ていただいた動画はこれからよく使うチェックポイントでもあり、よく使う言葉でもあります。ヘアデザインは左右対称にカットしたり、頭の形をきれいに見せたり、手入れをしやすくカットするわけです。このような時にいろいろな視点から確認してカットしているわけです。もしわからなくなったら繰り返し見ることをお勧めします。ヘアカットが思うようにできないとか、いろいろ悩んでいる人も多いと思いますが、上手くなるコツは良い教材を見つけることです。それを繰り返し見て実際にやってみることです。僕もそうやって勉強してきました。途中で挫折しないで理にかなった方法を身につけることで、あなたの未来が輝いてくるでしょう。というのは、しっかりした基礎を持つことで仲間や部下に技術を伝授することができます。といったことで、これからも僕のチャンネルは確実に効率よくカットする方法をお伝えします。もっとカットが上手になりたいとか、スキルアップしたいと考えている方はぜひチャンネル登録をお願いします。僕の美容経験から皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。次回は実際にカットをデモンストレーションします。では今回の動画が参考になったらいいねボタンを押していただけると嬉しいです。ありがとう。またお会いしましょう。